2026年8月、僕たちが慣れ親しんだインターネットが新たなステージへ進化します。具体的には GEO や UCP という新しい AI インフラ解禁によってこれまでの単語ぶつ切り検索の時代が終わりを迎えるということです。まだ日本で本格指導していない今のうちに大人の話し方をここでマスターしていきましょう。フライガーズ30チャンネルです。本日もよろしくお願いします。さあ今回のトピックですけど、はい、まず始める前に一つだけはっきり言わせてください、はい、今回の動画はですね、普段からもバリバリに AI を使われてる方、生成 AI との話し方もバッチリっていう方はもう見なくて結構です。もうあくまで今この AI 時代追いつけてないっていう不安を抱えてるけど、どういうところから始めていいか分からへんとか、普段使ってんねやけどまだいまいち分からへんっていう方のためにお届けしたい内容になってます。なぜならね、僕たちのチャンネルでもちょろちょろとアンケートを取らせていただいてるんですけど、はい、最新のテクノロジーについていけないって答えてくださった方が 44% や、ぶっちゃけちょっと怖いっていう方が 33% など具体的な数字で現れてるんで、まずお伝えしたいのは正直この恐怖とか不安とかは全然間違ってないと思います。僕らでもやっぱり感じてる、はい、やけどここで絶対覚えといてほしい、そして僕たちも覚えとかなあかんのが、テクノロジーは待ってくれません。そうですね。例えば我々が普段使ってるこちらのスマホなんかがそうですけど、スマホが初めて世に誕生した時に多分いわゆるそのテックオタクというかテクノロジー好きな方とかは歓喜したと思うね。すげえのが来たって。でも僕らみたいに普段そんなにテクノロジーに興味ない、あんまり触れてないような部類の人っていまいちちょっとわからんかったと思うんよ。ちょっと携帯が進化したんかなぐらいやって、でも気がついたらもうみんな持ってるやん。まあ持ってますね。そこに何やろ、これからスマホに切り替わりますみたいな説明もなかったし、気がついたらもうみんな持ってるやん。 iPhone モーメントというか、スマホモーメントみたいな、はい、ね。でそれを機にちょっとずつこう昔の従来の、日本で言ったらガラケーっていうんか、はい、からちょっとずつスマホに切り替わっていった。で今なんかもうガラケー持ってる人なんかさすがにもうおらんでしょ。もう使えへんやろ確か。だから最後まで自分はガラケーでいいって言うてた方ですらもうスマホを持たされてる。そんな感じで AI も少しずつこう社会に進出してきて、気がついたらもう当たり前のように使ってる、使わされてるっていう状態になっていくと思うんよ。まあインフラ化ですよね。そうやんね、はい、でこうやって喋ってるとちょっと大げさちゃうんかみたいな、はい、僕らが過去に話したその AskYouTube やったりとかAI サーチが完璧に導入されるみたいな話はまだもうちょっと先のことやから、で日本でそれらが開始されるかっていうのも分かってない。AI サーチは開始されるけど、だからちょっと先取りしすぎじゃないって思われるかもしれないんですけど、もうすでにインフラ化始まってるんだよっていう具体的な例を3つ挙げさせていただきたいんですけど、僕らがオーストラリア住んでるんでオーストラリアの例になりますけど、まずオーストラリアの大手スーパーマーケットウルワスのアプリにオリーブっていう 生成 AI が導入されてますよね。されてますね。そのオリーブに例えば話しかけたら、自分が行ってる店舗の何番目の列に自分が探してる商品があるとかさ、そういう検索もできるし、オリーブを通してそのレシピアイデアを練ったりとかで、そのレシピをもとにオリーブがじゃあウルワスでこういう商品買った方がいいよっていうのを並べてくれたりする。で同じような AI が量販店の K マートにも導入されてます。つい最近ジョイってニュースになりましたね、でさらにオーストラリアの、ホームセンター最大手バニングスにもバディっていう AI が入ってます。バディなんや。どうしたの？おいよ、なんか安易な名前かなと思ってバニングスのバディってそこはちょっとメイトが良かったかなみたいな、まあこんな感じで、もう気がついたらボンボン導入が進んでるんよ。そうですね。でいろんな企業が例えばテレフォンオペレーターに AI を置いたりとか、いろんな形で自動化したり AI に代替してもらうっていうのが進んでる。だからもうほんまに気がついたら使わされてる、使ってる状態になってるんよ。もうそこにあるですよね。はい。でこれ多分ね、こういうスタイルの AI って遅かれ早かれいろんな
サービス、いろんな企業、いろんな国で導入されていくと思うんよね。たまたまそのオーストラリアが早かっただけで、もしくは僕たちが知らないだけで、日本でももうすでに導入されてるか導入検討されてるかもしれない、っていうか始まってても全然おかしくない。まあそうですね。先ほども言ったスマートフォンモーメントは過ぎてると思った方がいいかな。それぐらいもう AI って身近で当たり前のもんになってるんよね。なり始めてますね、はい。でそれが過去の動画でもお伝えしたし、今回の動画の冒頭でも出てきた UCP Universal Commerce Protocol が主流になることによって、いろんな方が Google を通して、だから Google を開くだけでそこからいろんな買い物ができる。で先ほどお伝えした量販店の Kmart はバーチャル試着っていうサービスも用意してるから、そういやありましたね、だからお店に行かなくてもそのサイト上で AI を使って自分の好みの服を探せるバーチャル試着ができる。わかる？これもうどんどん進化して、どんどん導入されて、どんどん身近なものになってる。今は普段の買い物がちょっと便利になる程度にしか思ってないと思うね。でも導入が進めば進むほど使わな話にならんとまでは言わんけど、使うのが当たり前になってくると思う。まあだって例えばウールワースでも、ロックダウン以降、やっぱりオンラインでカートに入れて、でもう決済までして、でそれを届けてもらうか取りに行くか個人なんですけど、ただもうオンラインでオーダーするっていうのは割合的に多くなってるやろ、で僕ら日本でおばちゃんとこに数週間お世話になってた時、イオンでオンラインで買い物しましたね、でデリバリーもしてもらいましたね。それに AI が導入されたらもっと快適にもっと便利になるっていうことやんな。そうですね、あれはもうちょっと快適にしてほしいなっていうのが正直な意見やったかなまあ僕らこっちのシステムで慣れてるから、ちょっとすごく使いづらかったというか、なかなか欲しい商品が探すのが難しかったなっていう例えるなら、この AI が入ることによって個人に寄り添ってくれる優秀なコンシェルジュが入るって思ったらええんかな。まあそんな感じですね、だからこれが旧来のインターネットとこれからのインターネットを分けるものの一つでもあるんやけど、旧来はその大きな巨大な図書館の中で自分が欲しい本を自分で探してたっていう状態。例えば図書館やったらカテゴリーでアルファベット順でみたいな、それが俗に言われるSEO というか、キーワード検索というか、そういうことやな。だから今ちょっと不便に感じるインターネット検索ってそういう状態、例えばブラジル、ほにゃらら入れ方、ドリップみたいな、でもこれからその AI 検索が入る、または AI が入ってきて、それを便利にしてくれる、スムーズにしてくれるっていうのは、その図書館に優秀なコンシェルジュがいてる。だからその図書館のコンシェルジュに今日こういうものを探してるんやけどみたいな、そうやって話しかけるだけで自分の欲しい答え、商品やったりサービスやったりを教えてもらえる、提示してもらえる。でそこにもう一段階ってどんどん進んでいくのがエージェント化って言われるもんね。もうこれは実際に出てきてからちょっと試してみて、それを結果をシェアしてみても面白いかもしれない。そうですね、ただちょっと優秀なコンシェルジュがつくと思ってもらったらいいですね。今のでなんとなくこの AIを使った検索っていうものが分かっていただけたんじゃないかなって思うんですけど、これを使いこなすためにはまず一つ、古い癖習慣から抜け出しましょう。その古い癖や習慣っていうのが単語ぶつ切り検索と言われるものですよね。今まででいうキーワードサーチと言われるものですね。本当にさっき言った、もうコーヒー美味しい入れ方、ドリップみたいな。なんでこれが悪いかって言ったら、その AI が入ることによって指示を待ってる優秀な新人部下がいてるって思ってもらったらいいんかな。だからその優秀な新人部下に対してコーヒー入れ方とかさ、美味しいコーヒー入れて言われたって指示中途半端すぎや、曖昧すぎや、何をどうしていいか分からへんやんね。美味しいってね、ものすごく抽象的な、資料取ってきてとかさ、これもキーワード検索と一緒やねん。そうですね、どの資料っていうのが。
いつのどの資料っていうのも全然ないわけやし、だからこれがやめなければいけない、古い習慣というか AI において悪い例に分類されるものになってしまうんですよ。はい、でその次に中途半端な聞き方の例が、シドニーで美味しいカフェを教えて、これも悪い例になってしまいます、はい、なぜならシドニーってめっちゃ広いやん、そもそもが、日本で言ったら大阪でとかさ、東京で言うてんのと一緒やん。そうですね。めっちゃ広いですまず広すぎるやろ。で美味しいってさ、なんなんね、何なんでしょうね。具体性がないでしょ実はすごく抽象的な表現っていう、そういった表現を AI にしてしまうと、通り一遍の答えしか返せないというか、当たり障りのない答えを返してしまう、でも誰もそんな答えいらないでしょ。それやったら今まで通りでええやん。自分でまた時間かけて探すことになってしまうやん、だからもっと具体性を持たせて的確な指示を出す。で今回それを用意したんでね、これ皆さんも実際に試してみてください。今回は僕らがシドニー住んでるんでシドニーを例に使わせてもらいますけど、これ地名を皆さんが住んでる場所とか検索したい場所に合わせて変えることができます。ではいきますね。シドニーシティタウンホール駅から徒歩で30分圏内にあるカフェを探しています。美味しいスペシャルティーコーヒーが飲めて、かつフードメニューも豊富なカフェレストランを教えてください。 Google などでのレビュー評価が高く、落ち着いて食事ができるおすすめの場所を3つに絞って、それぞれの特徴と所要時間を教えて。わかりますこれ。すごいマウスフルな感じはしましたけど、でもこれがいわゆる具体性を持たせた的確な指示になるん。これの何が良かったか、そして皆さんがこれ多分職場とかで無意識にやってはることなんやね。これをちょっとメモ持ってきたんでね、何が良かったかっていうのを4つの要素が含まれているということを1つずつ整理して解説していきます。1、前提もしくは状況ですね。例えば何々を探していますっていう今の自分の状態、それがあることによっていきなり方向性がパッと定まるやん。そこにどことかも含まれてくるわけやん。結構絞られますよね。やろ。そしたらフラフラ迷うことがない。まずどこっていうのが分かる、で何っていうのが分かる。第2の要素が条件や制約。これで例えば予算が含まれてたら予算いくらとか、あとは駅から徒歩何分圏内という明確な縛りよね。これがあることによって距離とかもつかめてくる。だから AI もどっからどこまでの範囲で探せばいいっていう風になる。これ人間でも一緒やん。そうですね。やろ。で、3つ目に良かった要素が目的、文脈と言われるものですね。例えばスペシャルティーコーヒーが飲めてとか、落ち着いて食事がしたいとか、それが必要な理由ね。それがあることによって例えばコーヒーやったらコモディティクラスとスペシャルティとっていうのは分けられてる。だから例えばこういう入れ方をしたらコンビニコーヒーは教えてけえへんわけや。もちろん。逆に手軽に飲めるって入れたら今度はコンビニコーヒーをおすすめしてくれるわけや。これが例えば取引先の相手とどっかで落ち着ける商談できるカフェを探してるってなったら、それごと入れちゃわなあかんわけや。そうですね。それが文脈っていうことなんや。これが例えば友達とゆったりカフェしたいとかさ、出張行く前にコーヒー一杯飲みたいからその場所教えて、文脈によって変わってくる、だからこの文脈ってすごく大事になってくるんや。で、最後に4つ目の要素なんですけど、出力または形式と言われるものですね。これを、おすすめを3つに絞ってとか、特徴と所要時間を並べてといういわゆるゴールの指定よね。3つに絞って言うたらほんまに3つの答えを返してくれる。でそこまでの所要時間を教えて言うたら徒歩何分ですっていう答えまで教えてくれるなどなど、ちゃんとした明確なゴールまでセットで解説してくれる。だからここまで具体的にすると、もう一回言いますね。シドニーシティタウンホール駅から徒歩30分圏内にあるカフェを探しています。もうここで目的がはっきりしてるよね、場所も分かってるよね。で、次に美味しいスペシャルティーコーヒーが飲めて、かつフードメニューも豊富なカフェレストランを教えてください。ここで文脈が入ってますよね。カフェレストランつって、でスペシャリティーコーヒー、で、Google などでのレビュー評価が高く、落ち着いて食事ができるおすすめの場所を3つに絞って、それぞれの特徴と所要時間を教えて。
わかるかなまあものすごく普段の自分たちの会話をこうなんやろ解説してるようなもんやからちょっと難しいんやけど、難しいけど実はそれがまあ大事やったりする、うん、いかにだから自分たちが何気なく喋ってるうん文脈というか、うんそれがまあ AI と対峙した時に実は出てなかった。そうそうそう。だからそこまで意識して伝えると、それがたとえ人間であっても AI であってもスムーズにことが運んでいくんよ。ね。うん、で、ここで多分ね僕たちもそうなんやけど常日頃からやってしまってる一番最低最悪な例を出しましょう、はい、これを普段から多用してる方は、まあ、僕ら含めてね今すぐ直す努力をしなければいけない。それが、会話や文章化 AI に対する指示であったり人との会話やったりであれこれそれを多用している場合はそれはもうほんますぐやめなあかん。さあというわけでちょっとなかなかに情報量が多くなってしまいましたけど、そうですね。なんやろまずここから始めるだけで大きく変わるというか僕たちもここから始めたし多分 AI を使ったことないまたは使い慣れてない方はさっきお伝えしたその4つの要素とかを意識して使っていくだけで大きく変わると思う。うん、で多分それに慣れていったら、それまでの自分の使い方を思い返してみた時にすごい精度が上がったなっていうのが感じられると思う、で今まではほらこういうのをプロンプト言うてちょっとややこしい呪文やったりを覚えなあかんだけど、もうめっちゃ進化したから AI がで進化し続けるからいわゆるこの自然言語と言われるこういう普通の会話、でその会話が、文脈とか目的とかがしっかりしてたら AI も理解できるようになってる。そこを意識するだけで大きく答えが変わる精度が上がると。だから僕たちが過去の動画でもこういうプロンプト入れたらいいですよっていう動画を出しましたけどあれらも実はこういう基礎がしっかりしてるから答えが出る。これでもバラストポイントパークの次の週やったか、に上げた動画でもやってましたよね、ただ時はそのもう基礎の部分というか裏側はあんまり解説してなかったというか、だからあの動画でも説明しましたし多分今回も変わらへんのがこれ目的別にいくらでもアレンジしていただくことは可能です、ただ今日お伝えした基礎というものがしっかりしてれば何でも探せる。そうですね。でこれをGoogle の AI モードで検索することもできるし皆さんご自身が使ってる生成 AI、LLM やねジェミニやったりとかチャット GPT やったりとかそういうもので試してみても、ちゃんとした結果は出るようにはなってます、少なくとも僕はAI モードとジェミニ両方で試してみて、うまくいきました。うまくいってます。で悪い例も試してみたまともな答えが返ってこなかったなのでこういうところから始められてはいかがでしょうか。で、これができるようになればどんどんいろんな形に応用していけるし8月ほんまに AI サーチや UCP が導入された時にパニクらんでいい何したらいいか分からへんっていうのがだいぶ解消されると思う。日本は8月じゃないですけどオーストラリアは UCP8 月ですけど、でも決まってますね、ただその Google のその AI サーチ完璧な AI サーチに切り替わるのが北半球の夏って言われてるから僕らの冬ですね。これはもう世界同時的に、UCP 自体はまたちょっと違うんですけど、ちょっと違うな、AI サーチはもう準備ができ次第夏から提供が開始されていくと。だからこうやって今のうちから練習も兼ねてこうやって日々 AI を使って何か探されるのもいいんじゃないでしょうか。これってね本当に応用範囲が広いんじゃないかなって本当に思いますよ。
だからもうこれでちょっと慣れたら今度はこれを違う分野に当てはめてみたりとか、まあこれを応用してってさっきから言うてますけど、実際に僕は基本的にはこれを応用したもので、まあ、料理レシピを探したり作ったりっていうこともしてるんで、もしこの応用編が気になる方はぜひコメントで教えていただいたら、またこれの応用のバージョンというか、もう一段階踏み込んだ内容の動画を上げても面白いかなと思ってます。楽しみですね、はい、まだ踏み込んでいく。いけるいける。いいよ。それは僕が視聴者やったら、僕は知りたいですよ。まあだから僕はコメント欄にぜひ教えてくださいってもう頂戴コールします僕みたいに頂戴コールがしたい方はもうぜひ下のコメント欄にY さんちょうだいY さんちょうだいってもうキーワードはそれです。そしたらもう Y が力を込めて熱いハートでどうやったらすごいレシピが生成できるかっていうのをね、まあほんまに興味ある方は言っていただいたらね、いくらでもシェアするんで、よかったら、高評価と、チャンネル登録と、ハイプと、長えな、そしてコメントで教えてください。キーワードは Y さんちょうだいなんでいやー、それにしてもすごい時代になっていきますね。ね。でも、止まらんよ。止まらないですね。まあアンソロピックはちょっとスローダウンみたいなことを言い出しましたけど、まあそれはもう別のトピックですね。まあそうやな。はい、まあだから僕らは皆さんが分かりやすいように解説していけたらいいかなと。やっぱり日々のタスクに落とし込んでいけるようにするっていうのがまずは最優先かなと。まあそうやな。はい。いや、というわけで本日も以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。